1995年、日本、大阪で起きた強盗殺人事件。その冤罪によって、二人の男の人生は一瞬にして奪われた。2026年、大阪地方裁判所の法廷に、老いた二人の男が並んで立っていた。28年という時間が、その背中に刻まれていた。裁判官が静かに口を開く。被告人リョーナに対し、無罪を言い渡す。その瞬間、法廷が揺れた。傍聴席からおえつが漏れた。二人の男は互いの顔を見た。言葉は出なかった。ただ、震える手で、固く抱き合った。その涙は、28年分だった。なぜ二人は同じ事件で、同じ罪を着せられたのか。なぜ二人は絶望の中でも諦めなかったのか。そして、閉ざされた刑務所という場所で、二人はどうして、かけがえのない絆を育てることができたのか。答えはすべて28年前に始まっている。二人が初めて言葉を交わしたのは、刑務所の護送車の中だった。偶然に隣り合わせた二人が、互いの話を聞いて目を見開いた。あなたも、あの事件ですか。その一言が、長い長い戦いの始まりだった。無罪判決の涙が何を意味するのか知るためには、まず二人それぞれが普通に生きていた、あの日常に立ち戻る必要がある。事件が起きる前、二人はどんな人生を送っていたのか。1995年の大阪、活気と喧騒に満ちた街だった。バブル崩壊の傷跡がまだ癒えない中でも、人々は懸命に生きていた。朝早く工場に向かう者、子供を学校に送り出す母親、商店街で声を張り上げる天使たち、誰もが自分の小さな日常を丁寧に積み上げていた。そこに、二人の男がいた。一人は西村、30代の男で、建設現場で働く日雇い労働者だった。小柄だが仕事は丁寧だと評判だった。アパートの一室で一人暮らしをしながら、いつか自分の店を持つ夢を見ていた。好きな食べ物はたこ焼き。休みの日には近所の公園でぼんやり空を眺めるのが習慣だった。派手さはない。それでも、確かなぬくもりのある日々だった。もう一人は中田、40代の男で、小さな運送会社に勤めていた。毎朝同じルートをトラックで走っていた。妻と小学生の娘がいた。娘の誕生日には必ずケーキを買って帰ることが、自分への約束だった。口数は少ないが、仲間思いで信頼されていた。二人は互いの存在すら知らなかった。住む町も違う。仕事も違う。接点は何もなかった。だが1995年のある夜、その静かな日常は、音もなく崩れ落ちることになる。秋のこと、大阪府内のある住宅街で、一人の老人が自宅で殺害された。現金と貴金属が奪われた強盗殺人事件だった。被害者は70代の男性。一人暮らしで、近所付き合いもほとんどなかった。発見が遅れたため、現場には手がかりが少なかった。警察の聞き込みから浮かんだのが、二人の名前だった。一人は事件当日に現場近くを歩いていたという目撃情報があった。もう一人は被害者と過去に金銭トラブルがあったとされていた。どちらも決定的な証拠があったわけではない。状況が重なっただけだった。捜査は急速に二人へと絞られていった。取り調べは長時間に及んだ。睡眠を削られ、繰り返し同じ質問をぶつけられた。認めれば楽になる。そう告げる声が、薄暗い部屋に何度も響いた。一人は疲弊しきった末に、事実ではないことを口にしてしまった。もう一人は最後まで否定し続けたが、状況証拠と共犯関係を示すとされた供述調書が、彼を追い詰めた。二人に面識はなかった。会ったことすらなかった。それでも書類の上では、二人は、共犯者、になっていた。自白とされた言葉、信用された目撃証言、それだけで、二人の日常は終わった。娘の誕生日ケーキを買って帰るはずだった男は、その年の冬、手錠をかけられた。裁判所の扉が重く閉じられた。二人は別々に逮捕された。面識もなく、言葉を交わしたこともない。それなのに捜査書類の上では、共犯者、として並んでいた。西村は取り調べ室で何度も否定した。知らない、繰り返した。だが刑事たちは引かなかった。長時間の尋問。水もろくに飲めない時間が何日も積み重なった。疲弊した体と心が限界を超えた瞬間、彼は署名した。母印をした。自分でも意味を理解しきれないまま、
中田も同じだった。一度認めれば楽になる。囁かれた。家族の名前を出された。幼い子供の話をされた。じわじわと追い詰められた末に、彼もまた自白調書に名前を刻んだ。証拠は薄かった。物証と呼べるものはほぼ存在しなかった。あったのは目撃者とされる人物の証言と、取り調べ室で作られた自白の言葉だけだった。それでも裁判は速やかに進んだ。弁護士との接見は制限された。証拠の開示を求めても認められなかった。法廷に立つ二人の声は、ほとんど届かなかった。判決は有罪。西村は無期懲役。中田も長期の実刑を言い渡された。ハンマーが打ち鳴らされた瞬間、二人の時間は止まった。冷たい護送車に乗せられた。窓の外に流れる街の景色を、ただ黙って見つめていた。罪を犯した覚えは、一切なかった。判決から数日後、西村は大阪拘置所から遠く離れた刑務所へと移送された。手錠をかけられたまま、護送車の小さな窓から外を眺めた。普通の人たちが普通に歩いている。買い物をして、笑って、子供の手を引いて、そんなことが、もう自分には許されない世界になっていた。独房に入った最初の夜、西村は天井をただ見つめ続けた。眠れなかった。眠りたくなかった。目を閉じるたびに、あの裁判長の声が蘇る。有罪。その一言が頭の中で鳴り響いていた。中田も同じだった。別の刑務所に送られた彼は、最初の数ヶ月、誰とも話さなかった。家族への手紙を書こうとするたびに言葉が出なかった。自分でも何が起きたのか、まだ信じられなかったから、刑務所の中での時間は外とは全く違う流れ方をする。一日が長く、一年が短い。季節の変わり目も窓からわずかに見える空の色でしか気づけない。西村は作業の合間にひたすら判決文を読み返した。どこかに間違いがあるはずだと思って、何度読んでも答えは見つからなかった。それでも二人は諦めなかった。理由は単純だった。自分はやっていない。その事実だけは誰にも消せない。外の世界が自分たちを犯罪者と呼んでも、自分自身だけは知っている。その確信だけを胸に、二人はそれぞれの独房で朝を迎え続けた。やがて一人の人間の小さな行動が、この長い沈黙を破ることになる。諦めなかったのは二人だけではなかった。外の世界にも信じ続けた人たちがいた。まず動いたのは家族だった。西村の母親は息子が逮捕された日から一度も疑わなかった。毎月面会に通い、弁護士に手紙を書き、署名を集めた。近所の目が冷たくなっても足を止めなかった。中田の妻もまた幼い子供を抱えながら、夫の無実を訴え続けた。世間からの偏見と戦いながら、それでも声を上げ続けた。やがて一人の若い弁護士が動き始めた。当初、彼女はこの事件に深く関わるつもりはなかった。しかし判決文を読み込むうちに違和感が積み重なっていった。証拠の薄さ、自白の状況、目撃者証言の曖昧さ、どれも有罪を断定するには弱すぎた。彼女は独自に資料を集め始め、やがて市民団体と連携した。その団体は冤罪被害者を支援するために2011年に設立された小さな組織だった。スタッフは数人、資金も乏しい。それでも彼らは諦めた人間を見捨てなかった。外からの声と内側からの意志が少しずつ重なり始めた。二人は獄中から弁護士に何度も手紙を送った。自分たちが集めた証拠の断片、矛盾点の記録、一枚一枚丁寧に綴った紙が外の世界へ届いていった。そして2026年、長い時間をかけて積み上げたものが、ついに形になろうとしていた。新たな証拠が動き始めたのだ。2026年、長い沈黙を破る動きが静かに始まっていた。弁護団が新たに依頼したのは最新技術による DNA 再鑑定だった。1995年の事件当時、現場に残されていた微細な証拠物、当時の技術では解析できなかったそれが、30年の時を経て、ようやく語り始めた。結果は衝撃的なものだった。検出された DNA は2人のどちらとも一致しなかった。それどころか全く別の人物のものである可能性が極めて高いとされたのだ。弁護団は息を飲んだ。これは偶然ではない。待ち続けた答えだった。さらに追い打ちをかけるように、もう一つの事実が浮かび上がった。かつて法廷で2人を見たと証言した目撃者が
今になって口を開いたのだ。あの時、私は嘘をついていた。警察に言われた通りに証言した。その言葉は静かだったが、重かった。28年間二人を縛り続けた証言の柱が音を立てて崩れた瞬間だった。さらに元捜査関係者による内部告発も明るみに出た。当時の捜査に重大な手続き上の問題があったこと、証拠の扱いに不審な点があったこと、それらが文書として弁護団の手に渡った。3つの事実が同時に重なった。DNA の不一致、目撃証言の撤回、内部からの告発、これだけ揃えば逃げられない。真実はゆっくりと、しかし確実に表へ這い出してきていた。2人はその報告を、それぞれの棒で受け取った。紙一枚に込められた言葉を何度も読み返した。長かった。あまりにも長かった。だが終わりが見え始めていた。次は法廷が動く番だった。法廷が動いた。2026年の春、大阪地方裁判所はついに再審請求を正式に受理した。28年という歳月を経て扉が開こうとしていた。弁護団は3つの証拠を法廷に提示した。DNA 型の不一致、目撃証人による証言の撤回、そして当時の捜査内部からの告発文書、どれ一つをとっても重大だった。それが3つ同時に揃っていた。裁判官は沈黙した。長い沈黙だった。検察側はなおも抵抗した。証拠の信憑性を疑い、証人の動機を問い、時間を引き延ばそうとした。法廷は何度も紛糾した。傍聴席は息を飲んだ。しかし事実は動かなかった。DNA は2人のものではなかった。証言は覆された。内部告発は記録として残っていた。積み上げられた28年分の書類が静かに、しかし力強く語り続けた。そして判決の日が来た。裁判長の声が法廷に響いた。被告人リョーナに対し、無罪を言い渡す。その瞬間、二人は言葉を失った。隣に座る弁護士が肩を震わせていた。傍聴席からおえつが漏れた。28年間信じ続けた人たちの声だった。だが法廷の外に出た時、二人の胸に去来したのは喜びだけではなかった。真犯人はまだどこかにいる。自由な空気を吸いながら今も生きている。無罪は取り戻した。しかし奪われた28年は誰も返してくれない。二人は並んで青空を見上げた。次は、この先の話だ。無罪判決から数日が経った。二人はそれぞれ28年ぶりの、外の世界、に立っていた。最初に気づいたのは小さなことだった。コンビニの棚が多すぎる。電車の路線が記憶と違う。スマートフォンという機械の使い方がわからない。社会は静かに、しかし確実に変わっていた。二人が収監されたのは1995年のこと。阪神・淡路大震災があった年、地下鉄サリン事件があった年、インターネットという言葉がまだ珍しかった時代だ。そこから28年、世界は別の星のように変貌していた。国からの保証金は支払われた。しかし金額には上限がある。日本の刑事保障制度では公金1日あたりの保証額は法律で定められている。28年分を積み上げても失った歳月の重さには到底及ばない。二人はそれを知っていた。それでも受け取った封筒を手に、しばらく動けなかったという。体にも傷が残っていた。長年の拘禁生活は関節を蝕み、視力を奪い、睡眠を壊していた。夜中に突然目が覚める。どこにいるのかわからなくなる瞬間がある。それは今も続いている。だが変わらないものもある。二人の間に生まれた絆だ。28年間互いの再審請求書を読み合い、証拠を探し続けた。その時間は誰にも奪えない。自由になった今も二人は連絡を取り合っている。週に一度電話をかける。特別な話をするわけではない。ただ声を聞く。それだけで十分だという。真犯人はまだ捕まっていない。その事実が胸の奥に刺さったまま抜けない。無罪は証明された。しかし事件の真実は闇の中にある。二人の戦いは終わったのか、それとも形を変えて続いているのか。真犯人は今も自由の中にいる。二人が取り戻した28年分の時間は誰も返してくれない。それでも彼らは前を向いている。無罪が証明された日、二人は泣かなかった。ただ静かに空を見上げていたという。言葉にならない何かを胸に抱えながら、正しさが必ず報われるとは限らない。それでも諦めなかった二人がいた。
鉄格子の向こうで互いを信じ続けた二人が、あなたは、どう思うだろうか。もし自分が同じ立場だったとしたら、それでも戦い続けることができるだろうか。この物語は過去の話ではない。今この瞬間も世界のどこかで、同じように叫んでいる声がある。その声に耳を傾けることが、私たちにできる最初の一歩かもしれない。二人の28年が誰かの明日を変えることを願っている。